皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。本章10章では数値計算プログラムの作り方を説明しています。今回は C プログラムの基本形についてお話しします。ビジュアルスタジオ2022を起動します。インストールしたソフトの立ち上げは、パソコン画面左下にカーソルを合わせることで現れる Windows マーク、スタートボタンを左クリックし、現れる画面をスクロールしてビジュアルスタジオ2022のアプリマークを探します。これを押すと、ビジュアルスタジオが起動します。新しいプロジェクトの作成を選択し、次へをクリックします。これにより次の画面が現れます。からのプロジェクトを選び、次へをクリックします。これにより次の画面が現れます。例として、プロジェクト名には Basic C プログラム、場所にはデスクトップ上に作成したフォルダーの場所を書きます。ソリューション名には何も入れずに、すぐ下にあるソリューションとプロジェクトを同じディレクトリに配置するをチェックしてください。そして作成をクリックします。これにより次の画面が現れます。画面上部メニューからプロジェクトを選択して新しい項目の追加を実行します。ダイアログが表示されたら、仮に Basic Form 10C と入力して追加をクリックします。このままプログラムを入力しても良いのですが、この状態では作成するプログラムが C++ モードのままです。プロジェクトの設定を C モードへ変更するため、画面上部メニューからプロジェクトを選択して、プロパティを表示します。これにより次の図が現れます。左のメニューから構成プロパティ C++、詳細設定と進んで、コンパイル言語の選択の項目を C コードとしてコンパイルにします。そして OK をクリックします。これで C 言語のプロジェクト作成が完了しました。ここまでの操作で C プログラム作成が可能となりました。それでは次の例題に対してプログラムを作成し、C プログラムの基本形を学びましょう。例題、整数を格納する変数イント型変数 A、B、C を定義し、これらにそれぞれ100、200、300の整数を代入した後、これらの値を A、B、C を使って画面に表示するプログラムを作りなさい。この例題に対するプログラムは次のように書くことができます。前回述べた手順でこのプログラムのビルド・デバッグを行ってください。やり方がわからない人は前回の動画を見てください。記述内容に間違いがなければ、次のような実行結果が表示されます。それでは、プログラムの各行の意味を説明します。
1行目から3行目までは注釈文です。これはプログラムの内容を説明しているだけで、プログラムの実行結果には反映されません。注釈文はなくても良いのですが、書いておくと後でプログラムの内容を確認しやすくなります。注釈文が長く複数の行にわたる場合、文をスラッシュ、アステリスクとアステリスクスラッシュで囲みます。また、注釈文が1行だけで収まる場合、スラッシュスラッシュの後に文を書きます。4、6、10、12行目はプログラムを見やすくするため空白にしています。5行目はファイルをインクルードする、すなわち含める文です。シャープインクルード、中括弧、ファイル名またはシャープインクルード、ダブルクォーテーション、ファイル名のように書きます。前者は標準で用意されている関数ライブラリーのファイル名であり、後者は自分で作成した関数のファイル名です。stdio はスタンダードインプット&アウトプットの略、また H はヘッダーの略です。すなわち stdio.h は標準的な入出力に関わる関数を集めたプログラムの先頭に配置されなければならないヘッダーファイルです。具体的にはこのプリプロセッサーを配置することにより、11行目に書かれたプリント F 関数が機能するようになります。この5行目の文は今後プログラムを作成する際には必ず書いてください。7行目から14行目までの文をメイン関数と言います。今後皆さんはメイン関数のみ、またはこれに複数の関数を加えた形でプログラムを書くことになります。各関数は戻り値の型、関数名、そして括弧でくくった引数の型のリストからなる看板のような文と、これに続く中括弧で囲まれた実行文からなります。今はメイン関数のその看板のような文の意味を知る必要はありません。メイン関数が必ずこの形で書かれることだけを覚えておいてください。9行目では整数 A、B、C を定義するとともに、これらに100、200、300の値を代入しています。本文の最初にある int は A、B、C が整数であることを宣言しています。この他に変数の型には文字型、char、単精度実数型、float、倍精度実数型、ダブルなどがあります。これらの意味は次回以降の例題で説明します。また変数の型の宣言と数値の入力は複数行で書くこともできます。さらに9、11、13行目の文のように、一つの文の最後には必ずセミコロンをつけます。11行目はプリント F 関数です。文や数値をコンピュータ画面に表示するときに使います。決められた書式に従い、表示した文字列をダブルクォーテーションの中に書き込みます。その後、コンマを打ち、ダブルクォーテーションの中で指定した変数を並べます。ここでは A イコールを表示させた後に、整数値の指定子、すなわち %d をその後コンマを表示させ、B、C の値を出力させるようにしています。途中にある円 N は開業のためのコードです。英文字のみを出力するキーボードではバックスラッシュ N となりますが、日本語の文字コード割り当ての都合によりバックスラッシュの代わりに
円が使われています。円 N が B と C の値の間にあるので、ここでは A と B の数値が出力された後に改行が行われ、次の行に C の値が表示されます。また C が表示された後に円 N が2個書かれているので、 C の値が表示された後に改行が2回行われます。これは本コンパイラーでは出力結果に続いて長い説明文が表示されるため、数値が表示された後に空白行を置くことで出力結果を見やすくするためです。13行目のリターン文は必ず書かなければならない文です。リターンの後の整数0は7行目の最初にあるイントに関係しています。このプログラムの実行が終了したとき、整数0の値が戻り値となってオペレーティングシステムへ返され、実行が終了するようになります。このことは理解する必要がありません。以上から C プログラムを書くとき、必ずなくてはならないものは黄色でマークしている箇所です。これらの組み合わせを C プログラムの基本形とし、中括弧の中に実行文を書きます。最後にファイルを閉じてデスクトップ上のフォルダ C プログラムを開いてみてください。この中には今回作成したBasic C プログラムのフォルダがあるはずです。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。